またタイミングが来ると書いてしまうっていうので、そうですね、自分の中の恋っていう何かしら抽象的な感情が盛り上がる瞬間っていうことでもあるってことですね、はい、それがね。すげえ、そりゃライフワークになるわ恋という概念が暴走してますねはい、ピックアップアーティストのコーナーです。本日のピックアップアーティストは多田小一郎さんです。よろしくお願いします。紹介お願いします。はい、多田小一郎さんです。他者の存在と自分が受容するその人物のイメージのギャップに着目し制作していらっしゃいます。代表作これですね、君については多田さんの作家活動を象徴するシリーズですが、書き方は常に異なるそうです。ある時は輪郭から、またある時は顔のパーツから描き、絵の具の重ね方も実験的に変えています。その時々で作家の頭の中にある君は少しずつ異なり、その姿を紡ぎ出すよう試行錯誤しながら描いていらっしゃるそうです。いわゆるこれ連作というかね、はい、何作？9年ぐらい前から。もうずっとなんかね、展覧会に行った時、このタイプがブワーって並んでるんですよ。一瞬こうね、パッと外から見た時にあれ同じのかなって思うんですけど、よく見ると全部が違うっていう。相当な枚数書いてらっしゃいますよね。そうですね、40枚ですかね。結構トータルでは書いたなって感じですね。一番最初に書いた時から君はどういうふうに変化していきましたか？君はなんか最初はなんか受験の時に書いたんですけど、普通にその目の前にモデルが立っていて、でそれを書くって時に、こう赤一色でバーッと書いたのが初めてだったんですけど、最初は結構もっと人間っぽかった、鼻とかもあって、確かに言われてみる。なんか結構人っぽく書こうという感じはあったんですけど、なんかある時期からもう、写真とかモデルとかを見ずに、もう、キャンバスに直接この作ったなんかいい赤色みたいなのをビシャッと乗っけて、そこから進めていって、今回こんなもんかなみたいなのが、目とか輪郭が少しずつ浮かび上がってくるみたいな。それはその時に描いたモデルさんを記憶から呼び覚まして描いたっていうことですか？いや、もう本当に何も考えずに、本当にフラッと描くぞって時に描いたものは、なんか誰かっていう特定の人物はいないんですけど、でも描き上がったのを見ると、なんか誰かに似てるなみたいな。それは昔の恋人だったりとか、普通に男友達、同性友達だったりとか、親だったりとか、なんか誰かに似てるなみたいなのはあるんですけど、受験の時に書いたっていうその、存在とその後に今言われたその書いたものとは連なるんですか？結構一番変化があったのが、なんか大学2年生の時にちょっと好きだった感じの子が失踪しちゃって、なんか行方不明になっちゃってっていう時に、結構その子をずっと描き続けてる時期があって、なんか僕の中でのその子はずっとその、ある種そのリアリティがある状態でずっと強い実感としてあるからそれを描いていくけど、それはもういないみたいな。結構その時にそうですね、なんか他者っていうものと自分の中にいるその子っていうものの別の存在としてあるんだなみたいなのが、そこから結構そうですね、もうモデルなしで、でもその子を描いてるのかも分からなくなって、もう最近は誰だか分かってないですね。小一郎さんって本名なんですよね。はい、もう名前のままこの名前を背負うってどんな感じですか？僕もやっぱ未来っていう名前を本名として背負うから、未来ってなんやねんみたいなことをやっぱずっとそれなりに考えてきたし、やっぱ恋っていうのもすごい抽象的な言葉だけど、むちゃくちゃ強い言葉じゃないですか。そうですね。どういうふうにその名前を背負った人は解釈するのかなっていうふうに僕ちょっと思ったんですけど。よくその恋と愛の違いみたいなのって言うじゃないですか。親だったりとか、恋人だったりとかっていうのに対して、愛してるっていうような表現を言うんですけど、ただなんか恋してるっていうのは、だからその具体的な相手がいないなっていう感覚はなんか結構僕の中の感情
なるほど。なんか誰かのためになんかっていうよりかは勝手に僕の中で完結してるなみたいな、まあ、恋に恋してる感みたいな恋に恋してるみたいな。そっか、なんかでもその解釈とやっぱこの作品の一連っていうのは何かこうつながっていますね。それ書いた時にどうなったんですか？書いた後はもう書きたくねえなっていう気分になるんですけどまたタイミングが来ると書いてしまうっていうので、そうですよね。自分の中の恋という何かしら抽象的な感情が盛り上がる瞬間っていうことでもあるってことですね、それがね。そしてそれが誰かわからない恋という抽象的な概念をこうバッとここに移すみたいな、すげえ、それはライフワークになるわ。作ろうって言って作るもんじゃないっていうのが面白い。他はじゃあどういうこう写真とかを見る限りは結構女性のイメージを結構描いてる写真を僕は見てたんですけど、これその君について以外はどういうその作品を展開されてるんですか？なんか結構馬と人間が融合した妖怪みたいな、まあ、聞いてるとケンタウロス、そうでも顔しかないんで、なんか顔だけ耳があってなんか馬みたいな前髪があるけどなんか幼い子供みたいな。結構でもそういう時って結構もうあれですね、そのフィクションに寄り切っちゃうっていうか、存在しないものをガーって描いて、結構フレームとかもがっつり作って、もうこの絵の中の世界に閉じ込めるみたいな。インスタレーションは？インスタレーションはこの四角っていう形によってなんか僕がその中に入っていく感覚、それも漫画のコマでもなんか映画館とかでも何でもテレビでも何でもなんですけど、結局なんかこの四角に取りつかれてる、これがなきゃこの世界はありえないみたいな、その秩序みたいなものを破壊するみたいな、結構変形させたキャンバスのような、ぐちゃっとその木枠をへし曲げたところに無理やり布を貼って半立体みたいなものをまあ並べていくようなインスタレーションとか。恋という概念が暴走してますねかもしれないです最近でその展示されてる、参加されてる展覧会ですか？展覧会、はい。今のところまあ、夏に展示、金沢の方で、金沢、はい、今僕が企画でなんか40人ぐらいのアーティストで芸術祭みたいなことを企画してるんです。企画してるんですね。はい、すごい。それですかね。金沢のどの辺でやるんですか？金沢の本当いろんななんか使われてない廃墟みたいなところとかにまあ頼み込んで、まあ10カ所ぐらいを使っていろんなまあ映像作家、インスタレーション作家、彫刻、絵画、いろんな作家でやるっていう。ね、その情報をじゃあぜひ番組でもね案内したいですはい、ね。はい、ぜひチェックしていただいて、はい、今日はありがとうございました。なんか面白いな。ありがとうございます。聞けたという。はい。多田さんの作品は、ミートアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上ピックアップアーティスト多田小一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。